ちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今日は初めて家で染色したので、そのお話と、あと先週私の誕生日だったので、これから買いたい毛糸とか、あとは編み物道具とかのお話をしようと思います。今日ちょっといつもと画角が違うと思うんですが、今日は誕生日帰省中で実家の自室にて撮影しています。いつもと少し違った雰囲気かもしれませんが、楽しんでいただけたら嬉しいです。編み物や家事のお供に聞いていただけたら嬉しいです。では最初に初めて自分一人で染めたものについてお話ししようと思います。今回は手元に染める用の毛糸がなかったので、今回は毛糸を染めなかったんですが、でも今後は染める予定はあります。で、今回は布をメインにして染めてみました。で、染めてみた布は手芸屋さんで購入してきた、綿 100% のきなり色の生地2メートルと、あとは染液がもったいないなと思ったので、セリアで購入した無地のきなり色のトートバッグを染めました。で、染料はインスタントコーヒーを 150g 使いました。で、2メートルの布はちょっと大きすぎるので今回はお見せできないんですが、代わりに一緒に染めたトートバッグを持ってきました。こんな感じです。で、トートバッグはかなり上手に染めることができたと思います。一方2メートルの布はかなりムラ染めになっていて、まだまだ染め物も課題があるなと思いました。コーヒー染めの制作期間はだいたい2日間で、1日目に豆乳と水が入ったバケツに布をつけておいて、ある程度時間が経過したら、水ですすがないでそのまま脱水をして乾かして、でそれを午前中にやって、で夜寝る前に大きい鍋に水と粉のコーヒーを入れて温めておいて、そこに乾かしておいたこの布を入れて一晩放置して、2日目に鍋からもっと大きいバケツに液体と布を移動させて、午前中はその日2日目の午前中はそのまま放置していました。で、午後から液体から布を出して、で水洗いして、水にあまり色がつかなくなってきたら今度は明板が入った水につけておいて、今回は後焙煎をしました。で、水洗いしている時に色落ちが本当にひどくて、多分30分くらいは水洗いしていて大変だったので、使う染料にもよると思うんですが、焙煎は先焙煎の方が良かったのかなって思います。焙煎の役割を私自身ちょっとよく分かってなかったんですが、今回後焙煎をしてみて、多分色止めの役割をしているのではないかなと思いました。で、なぜそう思ったかっていうと、焙煎後に一度水洗いをしてみたら、焙煎前よりも色落ちが全くしなくなってて、全くっていうかちょっとは色がつくんですけど、焙煎前と比べたら全然色が落ちなくなっていて、焙煎の効果を身をもって感じました。で、焙煎するのとしないのではかなり色の定着度合いに差が出る気がします。染色の動画やあと教室に行くと、いつも焙煎は大事で種類がいくつもあってっていうのは聞いていたのですが、やっとその焙煎の大切さを知ることができて、いろいろな方の助言をやっと理解することができました。で、今回は布2種類を染めてみましたが、次は毛糸染め
に挑戦できるように、もっと知識を増やして色ムラなく染められるように勉強したいです。では、初めてのコーヒー染めのお話でした。今日はこのバッグを持ってちょっとコーヒー屋さんに行ってコーヒー飲みに行こうと思います。じゃあ次のお話は、誕生日に欲しい編み物道具や毛糸のお話をしようと思います。まず私の誕生日は、これを公開する日、動画を公開する日の約1週間前の5月18日でした。すでに1週間近く前になってしまったんですが、一応誕生日でしたっていうことで、本当はプレゼントとか欲しいなと思ってたんですけど、今年はちょっと買い物しすぎたりとかいろいろしてて、あまり無駄遣いをしたくなくて、自分で買うのも少し我慢するほどだったんですが、臨時報酬っていうか、母がポイ活アプリで貯めたポイントがなんと1万円近くあるとのことだったので、そのポイントをもらって、週末に青森の鈴まりさんに行くことにしました。そこで購入したものはまた、来週以降のラジオで紹介できたらなと思います。で、今回は鈴まりさんで購入したい毛糸の話ではなく、もしもっとお金がたくさんあって余裕があったら、欲しい誕生日プレゼントについて考えるというか妄想してみようかなと思います。一つ目、妄想しているプレゼントの中の一つ目は、付け替え周りのセットです。まず私は実は付け替え周りのセット持ってなくて、ずっと欲しいなと思っていました。で、いろいろ調べてみて欲しいなと思ったのは、シークニットさんの国内サイズのセットが欲しいなと妄想しています。シークニットさんの針のセットは、針が1号から10号、あとは12号と15号がセットになっていて、細い糸でウェアを編みたい時とか、太い糸でざっくり編みたい時とか、どんな時にでも使えそうだなと思ったからです。ケースもシンプルなものから可愛い模様のケースまでいろいろあって素敵だったので、とても気に入りました。私は値段関係なく購入するとしたら、多分シンプルな方が欲しいかなと思います。ケースが白色なんですけど、白だとどこにあってもすぐわかるし、お部屋の雰囲気を壊さない感じがあるので、シンプルな方が欲しいなって思ってます。私はあまり付け替え周りのセットにどんな種類があってとか、どこのメーカーさんが良くてとか、そういうことをそこまで詳しく知らないのですが、針が1号から10号まで揃っているセットってなんか珍しいのかなと思ってて、私は今までに見たことがなかったので、そこも興味が出たポイントでした。あとは国内サイズと国外サイズの2種類があって、その中でも針自体の長さが違うものやケースの雰囲気が違うものなど、同じ付け替え周りのでもたくさんの種類があって、見るのもすごく楽しかったです。ちょっと値段は可愛くなかったんですが、でもいつかは欲しいなと思える商品だと思います。私はちょっと買えないんですが、この先購入できるように私も作家活動頑張りたいと思います。では次に欲しいものは汗ぐり機と玉巻き機です。実はこれらも持っていなくて、せっかく前回の動画でもうお見せしたと思うんですが、染色教室に行って
自分で染色した毛糸を持って帰ってきても家で毛糸玉にすることができない状態でした。なのでこの機会に購入してみたいなと考えています。まずは安いものから試しに使ってみて、それからちゃんとしたっていうか立派なもの、木製のかせぐり機を使ってみたいなと考えています。で、かせぐり機と玉巻き機についてはもうすでに購入を検討していて、ネットショップのカートに入れています。購入するのがすごく楽しみで、今すぐにでも買いたいくらいです。自分で染色した毛糸以外にも購入した鉄麦糸が何個かあるので、それも今度毛糸玉にしてみたいなと考えています。今後マルシェなどに参加した時にかせぐり機と玉巻き機を持っていくのも楽しいかなとか、家でひたすら玉巻きするのも楽しそうだなとか、いろいろ考えています。購入して手元に届いたら皆さんにもお知らせします。じゃあ最後に欲しいものはちょっと編み物と少し違うのかもしれないんですけど、電動の紬車が欲しいです。電動のものってかなりコンパクトで、重さはどれくらいあるかわからないんですが、持ち運びしやすそうなので、値段がすごくてちょっと私には買えないので妄想なのですが、ちょっと欲しいなって思ってます。糸紬もとても奥が深いなと思っていて、今の私は、一番細くてソックヤーン程度の細さで紡ぐことができるのですが、世の中にはシェットランドレースというものがあるそうで、名前にそのレースとついているくらいなので、とっても細いということはなんとなく分かっていたんですが、先日友達と青森県の弘前市に行った時に、その友達の行きつけなのかな、飲み屋街の中にある本屋さんに一緒に行って、そこで世界中のニットについて書かれている図鑑のような本を見ていた時に、そのシェットランドレースが掲載されていて、とても繊細な花嫁衣装としてあしらわれていて素敵だなと思ったのと同時に、いつかこれくらいの細さで紡げるようになれたらいいよねって先生から言われていたので、少しだけ絶望してしまいました。本に掲載されているものを初めて見て、また新たなやる気や目標にもつながったので、今後も糸紡ぎを頑張れそうです。少し話がそれてしまいましたが、そんな感じで今の私の中では編み物と同じくらい糸紡ぎが流行っているので、電動の電動の紡ぎ車が欲しいなと妄想しています。もちろん染色も好きで染料も購入したいと思ってはいますが、染料は紡ぎ車と比べたらそこまで高くないので、そのうち購入しようとは思っていて、なんかそれだと夢がないような気がしたので、今回は紡ぎ車のお話を少ししました。紡ぎとか染色とかに興味がない人からしたらちょっとこの話は面白くなかったかもしれないんですが、私のこの話で少しでも紡ぎだとか染色だとかに興味を持ってもらえたら嬉しいです。で、シェットランドレースもとっても素敵なので、もしよければ Google などで画像検索してみてください。きっと面白いものが見れると思います。紡ぎも細く紡ぐ方法から太くてデコボコしたアートヤーンみたいなものを紡ぐ方法までいろいろあって、とても面白いので、編み物や毛糸のイベント、あとは紡ぎスピニングパーティーとかそういう紡ぎのイベントに行くと、メーカー糸とは全く違った面白い毛糸を見ることができるので、
もしお近くでそういうイベントがある方はぜひ一度見に行ってみてください。では今日のラジオはこの辺でおしまいにしたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは編み物などを作ることに関する動画を毎週土曜日に更新中です。たまにショート動画も投稿しているので、よければご覧ください。コーヒー染め面白そうって思ってくれた方や、私の動画やチャンネルを気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけるととても嬉しいです。で、それらをしていただくことによって、よりたくさんの方へ私の動画がおすすめされる YouTube 上のシステムがあるそうなので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。今後も自分で制作した編み物作品、作った毛糸や購入した毛糸、道具のお話、それから編み物作家としてのお話もたくさんしていくので、見逃したくない方もぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちいただけたらなと思います。あと聞いてみたいこと、今回であればコーヒー染めの話とか、あとは欲しいものの話とか、なんか聞いてみたいこととかあったらぜひお気軽にコメントしてください。不特定多数の方に見られるのが嫌って方はインスタやツイッターの DM に送っていただいても OK です。いただいたメッセージはすべて丁寧に返信させていただきます。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またねー。